ボーカロイドの使い方実践編第2回目はエモーションツールを使用してノート1音ごとに細かな調整を行っていきます。これにより歌に人間味を与えることが可能です。それでは早速解説へ入っていきます。まずはメロディーの入力を終え歌詞を加えた現在の状態を確認してみましょ赤い糸決まってたとしても惹かれてゆく気持ちを抑えきれず出会ってしまったなら知る前には戻れなくて誰を傷つけてもいい君に触れたくて掴んだその手を握り返すと分かっていた超えてしまったらいい今が全てだった人間らしい抑揚という面ではまだまだ改善の余地があるように感じます。この状態から1音ごとに細かなエディットを施していきます。はじめにエモーションツールを点灯させ子音のコントロールを行います。ボーカロイドは子音の長さを自由に設定ができるため、フレーズの内容に合わせて発音を最適化することが可能です。ノートの真上にカーソルを移動すると、前半と後半でノート部分がオレンジ色に点灯します。前半部分の視点は前後にドラッグが可能で、これによって子音の長さをコントロールできます。デフォルトの子音設定は一律で平坦なため、ゆったりとしたメロディーや逆に細かなフレーズで発音に違和感を感じる部分が出てきます。この知る前にはという歌詞のるの部分に注目してサウンドを確認すると、発音がはっきりとせず曖昧な印象となっています。なら知る前にはもうこのような場合、子音を長く発音させることで歌詞を明瞭にすることができます。子音の開始ポイントを一度最大まで伸ばし、変化を確認してみるとこのような形となります。なら知る前には戻しのノートが短く切れて、るとの間に隙間ができたことで発音が明瞭になっているのを感じていただけると思います。このように一音一音の発音に対して意図とは異なっている箇所をしっかりと設定することで、より自然な発音に近づけるという形です。もう一つ子音の修正を行います。この誰をの発音に注目してください。誰をきこちらは全体的に音が途切れ、不自然に感じます。このような場合、子音が長く設定されすぎてしまっているため、短めに変更する必要があります。先ほどとは逆の考え方で、ノートの前半の視点を後ろに移動します。誰をきこのように発音を滑らかにつなげることができました。また、ボーカロイドは打ち込まれているノートよりも前のめりに発音されているという特徴があります。そのため、子音を長く伸ばすことで、一つ前に入力したノートが短くなる。逆に子音を短くすると、前のノートが伸びます。これを利用すると、スタッカート気味の軽快な歌わせ方を表現できます。少し前の出会ってしまったならのあっての部分を例に見ていきます。この部分は歯切れの良い軽快なボーカルにしたいと思っています。手の子音を伸ばし、手前のあを短く発音させます。元の状態はこちらで、出会ってしまったなら修正後はこちらとなります。出会ってしまったならトラックへ部分的に軽快な発音を取り入れることで、サウンドに躍動感を与えることができます。この子音の長さは従来のボーカロイドエディターと同様に、ベロシティの値で制御されている点も覚えておいてください。コントロールレーンのベロシティを表示させ、鉛筆ツールを使用してドラッグをすることでも子音のコントロールが可能です。ノートに対して直接子音の長さを調整する場合は、エモーションツール、複数箇所を一気に変更する場合は、コントロールレーンからと用途に応じて使い分けることで制作の効率が良くなります。以上が子音部分のエディットとなります。ここからは一音一音に対してピッチニュアンスをつけていきます。ピッチの推移は音楽ジャンル、ボーカリストの個性が強く出る部分です。様々なピッチ変化のエディット方法がありますが、今回はフレーズ機能で取り込んだこのフレーズを参考に、しゃくり上げが多めなニュアンスに仕上げていきます。
溢れてる。従来のバージョンと比較して、ボーカロイド5はアタック、リリースエフェクトを活用することで、このようなニュアンスをより簡単に編集可能になっています。まずはエディットを行う B メロ部分のボーカルを確認します。掴んだその手を握り返すと分かっていた。超えてしまったらいい。今が全てだった。この掴んだのかやその手をのおといったフレーズ上のアクセントとなる箇所へさらに力強く強調した歌い方が欲しいと感じました。強調した発音へエディットするためにノートの始まりにアクセントを加えていく手法が効果的です。ここではアタックエフェクトを使用します。アタック、リリースエフェクトを表示させ、エモーションツールを解除した状態で対象のノートを選択します。次に用意されている様々な効果の中から最適なものを選択します。強調させるという目的ですので、音量の変化をメインとしたダイナミクスの中に含まれるエフェクトとの相性が良さそうです。まずはこのアクセントを選択します。サウンドを繰り返し聞きながら適応度合いの強さをノブで調整します。掴んだその手を抑揚のついた人間らしいニュアンスに変化させることができました。では次の「を」の部分にもアクセントを設定し確認します。掴んだその手を握り返す。もう少し柔らかい発音が良いと感じましたので、アクセントはつけずにピッチのしゃくり上げのみを取り入れます。この場合、ピッチ内に数種類用意されているアップとの相性が良さそうです。いくつか試します。掴んだその手を握り掴んだその手を握り掴んだその手を握りかかかり方としては最初のアップが良い感じでしたが、ピッチの上がりきるタイミングをもう少し早くナチュラルにしたいと思いました。エモーションツールを使用し、ノートの視点側で表示されるこの範囲の終点側を前後にずらすことでアタックエフェクト適用範囲を調整します。少しだけ短く設定しましたので一度確認します。掴んだその手を握り返す。意図に近づけられたので同様の手順で他のノートも微調整を行います。掴んだそ掴んだその手だその手掴んだその手を握とを握り返すと分かっていた。わかっていると分かっていた。このエディットのポイントは作業や他行はアクセントを強めにし、ベタ打ちで違和感が出ない箇所にもアップを少しだけ入れてピッチを揺らしているという点です。これによりさらにフレーズへ人間味を演出しています。速いフレーズの箇所はノート間のピッチが滑らかにつながるボーカロイドの特性を生かして特にエフェクトは入れずに進めています。一度アタックエフェクト適用前と後とで聞き比べてみましょう。掴んだその手を握り返すと分かっていた。掴んだその手を握り返すと分かっていた。アタックエフェクトによりニュアンスが大きく変わり、よりクオリティの高いトラックになったことを感じていただけると思います。次回はリリースエフェクトの設定、ノートの分割テクニックなどを使い、さらにボーカルトラックに磨きをかけていきます。動画が参考になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録もお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。